こんにちは、メイです。浮島につながるゲート横に住宅街を作ります。チャンネル登録、グッドボタンがまだの方はぜひお願いいたします。沖線から右に行ったところにある壊れた橋の先のゲート横に住宅地らしきものがあったところです。このゲート横住宅地をもっと海抜から高くし作り変えます。まずは解体工事から。先ほど坊ちゃまには泥掃除をしてもらいました。今回はゲートの左側だけを作り変えます。ゲートと右側はまた今度ですね。さっぱりしました。ここから道と坂の土台を作ります。ゲート前から一番奥までまっすぐ道を作ります。四角タイルを使っています。白にするとかなり組み合わせやすいですね。今回は海辺の街と同じレンガを使います。いつでも全体が見えるようにカメラも設置しました。次は階段を作ります。一番端から縦4、横9で広場作り。こんな感じですね。レンガの壁を横9、縦6で積み上げます。コンクリ階段を3マス幅で、踊り場は横3の縦に2回繰り返します。3段上がったら、ここからまた広場、横11、縦8で作ります。階段から1マス開けて、また階段を3段作ります。3段作ったら奥までまっすぐ道作り。階段の高さに合わせてレンガの壁を作ります。海辺の街で使われているレンガをどうにか活用したくてこのような形に。階段の隙間も下にブロックを置いて埋めます。階段ができました。ゆるい坂道のような階段です。擁壁の中にお店を作っていきます。住宅街の中にある謎の高級カフェです。横に高さ3で3カ所に穴開け。中の岩をきれいにしていきます。ゴロンと一発ですね。店内の床は木の床に入れ替え。縦6マス、横9マスです。正面奥の壁をグレーな丸の床に入れ替え、高さ3で積みます。かなり優秀なブロックですよね。天井は4マス目に。丸なしバージョンも欲しいですね。海側にも窓の穴開け。中がコンクリでいい感じ。真ん中と右はフレームガラスをつけます。左は日よけのみ。入り口足元の境目をくっきりさせます。階段の裏側へ向かいます。ここに水車を建設します。もともと排水溝があった場所ですね。珍しく応援団がいない水車建設です。海から持ってきた水を流して無線送電を置いてお店の前まで戻ってきました。港のポールを片付けます。角を開けながらメタルの柵を立てていきます。坂は踊り場のみ。開けておいた角に街の街灯を。坂上に道を作り忘れていたので作ります。行き止まりなので2マス幅。通らないけどデザイン性のための道です。側面は見える範囲のみ。さっき作った店の上に電気の仕込み。次は店の前ですね。ゲート側のレンガの位置に合わせて街灯を設置。
現状はこんな感じ。1段目の飾り付けをしていきます。一番端からやや均等に木を3本。間にベンチ。年季が入った場所風にするために鶴の設置。階段のところは多めに鶴などを飾り付けます。結構多めの鶴を生やしました。お店の前を飾り付けます。ちょっと賃料の高いシックなエリアにしたいので、色数は少なめです。厚盛りにあったパラソル付きテーブル風なものを作ります。桟橋をテーブルに見立て、木の支え、出っ張りのテント屋根を4つ。それっぽい家具を飾って、普通の椅子では小さいので、木のテーブルを椅子代わりに。もう1セット作ります。桟橋と桟橋の板を2枚ずつ使っていますが、足場のぐらつきが不安定な場合は、桟橋4つがいいと思います。パラソル付きテーブルの完成。家具としてスタイリッシュなものが来てほしい。これが今の私の限界ですね。だけど結構可愛くて気に入っています。全体で見るとこんな感じに、ちょっとずつおしゃれになってきた気がします。住宅街を作るので土台を整備していきます。道の端に合わせて崖を掘ります。マップの端なので煙がすごいですね。横幅6で仮置き。2軒目も一段下に幅6、奥行き9で仮土台作り。必要のない崖は削ります。次は3軒目の土台作り。1棟あたり幅6マスで作っているので、3と4軒目は一緒に削った方が早かったと後悔しました。横幅12マス、奥行き9で削るだけですからね。この時なぜか丁寧にやりたいモードでした。ということで4軒目の土台作り。効率悪いなぁと思いながら編集中です。マップの奥に行くにつれて煙が濃くなるので、これを使ってキリンの街や湯煙にしても面白そうと思ったので、後で湯煙として登場します。こんな感じで土台が完成しました。横浜6マスの奥行き9の家が4軒建ちます。まずは高台にアプスロンの家を建てます。かっこよくて好きですが、色々と気の毒なので、ちょっといい家にします。石の床を敷き詰めます。次は石レンガの壁。土も下げたところから壁作り。まずは3段で囲みます。窓の穴開け。正面のみ出っ張り壁。2回目は4ブロック積みます。1階と形を揃えます。アンティークな壁下を上に。ぐるっと4ブロックずつ積みます。窓は海側のみ。このような形になりました。軽く飾り付けをしていきます。上げ下げ窓は茶色に見えますが、すべて黒です。平らな屋根レンガを四角になるように蓋をしていきます。鉄の囲いを家のアクセントとして取り入れ、2階窓のところに花壇を作ります。アブスルくんちの完成。2軒目はチラチーノの家です。ここら辺いそうという理由だけで引っ越しします。石の床に一列入れ替え、段差は封をしておきます。白い岩へ入れ替え、土台ですね。
木の柱上をドア部分以外囲っていきます。木の柱真ん中で壁作り。2ブロック積むところを間違えて3ブロック積んでいます。なので一番上をアンティークな壁上に正面と右のみ入れ替え。現在の様子。レンガの壁で2階作り。石レンガとよく色合いが似ているので混乱します。2階はこんな感じ。出っ張り壁を正面に1列。右側にアンティークな壁下を1列並べます。屋根の代わりにアスファルトブロック。黒の絵の具の節約です。黒ければ何でもいいですからね。側面は他ブロックで隠せば問題なし。純粋な黒ブロックが少なすぎますね。チラチーノの家の完成。屋根のアスファルトは見えませんね。さすがに上まで来なければ大丈夫。3軒目はウパーとドオーの家にします。2軒に見えて内部でつながる構造にします。家の柵はおしゃれレンガの壁下に、アンティークな壁下を上の両側に、鉄の囲いを間に忍ばせ、一番上にメタルの柵をくっつけます。裏に回って芝生を足します。はじめましての四角い植木。ようやく出番です。ちょっと豪華な柵の出来上がり。芝生ブロックと同じ高さで白い岩で床作り。木の柱下を四隅に4ブロックずつ積み上げ、間は4マス開けます。横幅は6マス、奥行き7マスで家を作っていきます。石レンガの壁を使って壁作り。真ん中の壁を使っていますが、いらないです。1階の完成。出っ張り壁を4ブロック目の前側へ。おしゃれレンガ真ん中で壁作り。豆腐を乗せます。2階は3ブロックの高さにしています。おしゃれ階段を屋根風に使います。見えない部分なら何でもいい精神でアスファルトですね。メタルな柵扉でアクセントに。まず3軒目の完成。後で右側の壁は破壊予定です。4軒目の建設をします。石レンガの壁を両側へ4つずつ。その内側を石の柱真ん中。石の床を空いている部分へ。石の柱真ん中を4ブロック目の前へ。2階は1階と同じです。4つ積んでいますが3つで事足ります。出っ張り壁を2列くっつけます。周りの壁は石レンガで囲います。お隣さんと高さを合わせています。何の柱いもなくなったアスファルトの屋根です。現状こんな感じ。後でドアを2つにして、2マス幅のポケモンでも入れるように変えました。アクセントで鉄の囲いを両側へ。ということで、4軒作り終えました。ちょっとモダンで高級感が出たかもしれません。バランスを見ながら植林します。ちょっと高級路線なのでつけすぎないようにします。ちょろげぐらい生やしました。全体を飾り付けていきます。屋根上の崖を木で隠していきます。崖が見えなくなるまで木で覆い尽くします。ここは何も考えずひたすらに植林をしています。なんとなくあった方がいいかと思ったところには土台を作って植林。裏は誰も通さない予定なので見栄えは無視。木の間は木がちなのでヤシの木でカバー。1軒目に窓を作ってバランスを取ります。植林されて森感が出てきちゃいましたね。
これで外が全部終わったので次は内装です。まずはカフェの内装から。正面奥壁を8ブロック壊します。上にライトブロック、下はグレー丸で入れ替え。木の壁ライトを囲うように入れ替え。隙間に上げ下げ窓。手前にシンプル四角タイル。蓋付き窓を4つ、横に隙間仕切り。ちょっと明るいカウンターの完成。タイルと木の組み合わせがお気に入り。2箇所穴開けして上へ。上の地面が見えてしまうのでブロックで囲います。隙間もしっかり埋めます。この間にポップランプを入れます。埋め込み成功。お客さん用のカウンターを作って、端は隙間仕切り。部屋の奥はグループ用の机と椅子を置きます。壁にニッチ作り。反対に回って封をします。カフェの完成。好きなものを詰め込みました。後で生息地を作って宿欄を住まわせます。潤いをどこかで確保しておきます。外から見る内装も結構お気に入り。気の毒なアブソルくんちをやっていきます。住まいながらに快適な住処にしていきます。アブソルといえば夜なので星空の壁。月とか星がよく似合いそうです。ロフトのある家にします。都会の狭いアパートの一室をイメージ。ブルックリンスタイルでいきます。アイアン系のかっこいい家具を中心に、高級ソファーに観葉植物、難しそうなものも置いておきます。備え付き風キッチン。下が終わったのでロフトへ上がって、手すりはフレームガラス。常に寝室側は夜になるようにします。裏側は見えないのでやりたい放題。狭いけど快適そうな家ができました。一人暮らしならいけそうな狭さです。アブソルは暗い環境が好きらしいので、このまま電気はつけません。チラチーノは明るい環境が好きなので、電気を使うため家の裏に水車作り。働き者の坊ちゃまと口だけのマリルリ。チラチーノの内装をやっていきます。こっちはちゃんと2階を作ります。内装がかなりシックなので、キュート系要素を入れても大丈夫なよう、少しだけ甘い色合いを足していきます。窓はライトブロックを仕込んで、外が明るい風にします。チラチーノは可愛い要素が好きなので、キュート系を置いていきます。備え付けキッチンはここ一帯のお揃い要素です。電気がつかなかったので埋め込み。ついてないけどとりあえず2階をやります。窓を作っていきます。窓に穴を開けて壁の中に森を作ります。虫が入ってくるという概念がない世界だからこそ、窓ギリギリまで森でも大丈夫ですね。虫ポケは虫としてカウントしていません。可愛い感じに仕上げていきます。アンティークで外壁の雰囲気に合わせ、キュートな家具の違和感を緩和させます。ということで電気もついて完成です。もっと明るくと言われそうですね。アンティーク系の可愛さが気に入っています。家具はなるべく白で統一しています。デパートの家の内装をやっていきます。まずは内壁を壊す作業から。壊してスッキリしましたね。室内は縦5、横10になりました。壁の種類が多すぎて統一感がないので、後ろの壁を石レンガの壁で統一します。統一されてまとまりが出てきました。右奥にバスルームを作ります。奥行き3、高さ2、横幅4です。
壁はシンプル四角タイル。床と天井は石の床です。狭いバスルームにするので全てを詰め込みます。ほかほか湧きたてのバスルームの完成。これが煙の使い方かもしれません。見えてしまうのでカーテンをつけておきます。階段は4段積んで、2階は木の床を使って横浜最大6マスで作ります。バスルーム前にキッチン作り。2人の好きなゴミは必須。この壁がうるさいので口を塞いでおきます。隙間仕切りが優秀ですね。ちょっとスッキリ。1階を飾り付けます。アブスルと同じくかっこいい系で、ウーパーの好みに合わせて石造り系にします。かっこいい感じのリビングはできました。次は2階寝室です。2人が快適に過ごせるよう大きめベッド。角には家具密集エリア。キッチンに明るさを足していきます。電気がつかなかったので木の中に無線送電を入れ込み、電気がついたのでこれで完成。湯煙のあるバスルームも完備され、大きめリビングもあり、寝室もあってかなり過ごしやすいかなと思います。ちなみにウーパーたちは推しです。SV の旅場でしたね。ここの大きな橋は一旦作っておきます。せっかく大きめの橋なので多分作り変えます。ということでご招待タイム。動画入れなかったので入り口を拡張します。入り口を増やしたらバランスが良くなりましたね。これで全て完成です。海沿いの住宅街はいかがだったでしょうか。シックに仕上がったなぁと思った方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。